皆さん、ハロー、マサトです。ふみこです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきますが、今日私たちがいるのはここドラムヘラーという場所に、来ています。恐竜のなんだこれ模型みたいな看板みたいなのもありますが、恐竜で有名な町です。バンフからだいたい東に3時間ぐらい、カルガリーから東に90分ぐらい、走ったところにある小さい町です。今回私たちはこのドラムヘラーっていう町と、あとはもうちょっと南に行くとダイナソープロビンシャルパークっていう恐竜の州立公園みたいなところがあるんですが、そこの辺りを1泊2日で巡っていきます。その様子をお届けしていこうと思います。それではレッツゴー。さあ、では今日1箇所目の場所、ホースシューキャニオンっていうところにやってきました。イエーイ。この看板には別にそういうこと書いてないんですけど、バッドランズっていう地形が特徴的な場所になると思います。行ったことないから分かんないけど、とりあえず行ってみよう。そうそう、後ろ駐車場なんですけど、今日は何にも止まってないです。で、この2つはお手洗いになります。簡易的なやつかな。ではホースシューキャニオンちょっと見に行ってみましょう。なんか下はあれやね、砂利でなんか珍しいよね。割と綺麗に整備してある感じ。寒いね今日ね。今日気温が20度超える予報だったんですけど、なんか今見たら14度ぐらいしかなくてめちゃくちゃ寒いっていう。で、展望台が2カ所ぐらいあるね、ここ。どっち行く？左側とこの辺、この奥ら辺ともう一個右側、ここ、ちょっとこっち、とりあえずまっすぐ行ってみよこっち先行ってみよう。じゃあ展望台に到着。おー、あ、でもすげえね、すごくない？おお、ずらーっとすごいすごい。グランドキャニオンにもなんかホースシューベントやったかな、あるよね。そういうイメージに近い場所なのかな。なんか似とるよね、そのところとちょっとだけ。似てるね、雰囲気は似てる、かなり。おお、ちゃんと調べてないけど、なんかもともとこの地形を、これ多分下の方とか川みたいになってるけど、水が削ってできた場所だから、グランドキャニオンと一緒よね。でき方としては一緒。ちょっと土の感じがやっぱ違うぐらいかね。どういうこと？グランドキャニオンの方赤土だったじゃん。こっちはなんか緑もあるし、なんか地層みたいにすごい、黒、なんで黒か分からん。そうだね。今多分これが真ん中の展望台で、もう一個がこの左側のこの奥の方に、ここに1個あって、もう一個がどこ？ここ、そう、この奥にあるよね。で、どうやって行くん？ぐるーっと回って、そうそう、駐車場からこうトレイルがあって、こうぐるーっと回って、あの橋の方どれぐらいかな、歩いて5分もあれば行くんじゃないね。あ、でも見た、あそこの下にもあるよ。あ、本当だ。この下にもある。4箇所ぐらいあるのかな、いろんな角度からこういう感じで見てみて、この景色、イエーイ、ワイと、こういうスケール感で楽しむことができます。展望台ぶっちゃけ1個でいいかなって思ったけど、せっかく来たんで近場のもう1個ある展望台に行ってみようと思います。ここに見えるかな、これ屋根付きの休憩所みたいなとこもあるから、これから夏、めちゃくちゃ暑くなるときはいいかもしれんね。日本の東屋行ってみましょう。さあ、ここがもう一個の展望台です。風強っ。こっちのがなんか風強いね。本当ね。でもなんかちょっとだけ気持ち景色が違う。本当ね、ちょっと違う景色かな。すごいね。なんか割とさっきよりもこの辺深めに削られてるような場所っていう雰囲気。こっちが開けとったからやろうね。よし、じゃあ次のとこ行ってみましょう。ゴーゴー。ゴー。はい、というわけで到着しました。次の場所はロイヤルティレルミュージアムということで、恐竜の博物館に来てます。
ね、このドラムヘラーっていう場所は世界でも最大級の化石発掘地域で、この博物館は世界でも最大規模の化石がいろいろ展示してある施設です。これから行ってみようと思います。ゴーゴー。はい、というわけで、終わりましたということで、さっき話したね。でその後、はい、でこれから、ドラムヘラーの街中に行こうと思います。ちょっと天気はね、ちょっとなんかあんまりね良くないけど、パラパラ降ってる。そうそう、これからじゃあドラムヘラーの、ホテルにチェックインしてドラムヘラーの街を巡っていこうと思います。それではレッツゴー。はい、というわけでロイヤルティレールミュージアムを出て今2時ぐらい、今日結構変な時間にバンフを出て、変な時間にちょっとスナックとか、そうランチになるんで、だからランチです。ここめちゃくちゃ 見えづらい。ここなんて書いてある？バーニー&ザ・ボーイズっていうGoogle で適当に調べたバーガー屋さんにやってきてます。お店の雰囲気はこんな感じの恐竜ね、見える？これ入ってる？これ恐竜も入ってる。今日はここでランチにしようと思います。ゴーゴー。に食べる。お店の雰囲気はめちゃくちゃいいよ。ここよくない？なんか雰囲気いいね。メニューはハンバーガーとかかな、主に。So, G's special is a most famous? Okay, good. I get a single. Yes. Yeah. Could I have a bacon cheeseburger single? 何食べた？ベーコンチーズバーガーのシングルと、本当はフライとか食べたかったけどマスカは食べるなって言うから一応シェイクにして。いやだって2時やで、2時にハンバーガーとフライ食ったらご飯食べれんやろ夜。まあそれでなんかせっかくやから日頃のちょっと特別なのがいいなと思って、結構なんかシェイク、ミルクシェイクの種類がいっぱいあって、でミルクシェイクのおすすめ何って聞いたら、女のその今のおばちゃんが対応した、多分オーナーなんかな。でその人がルートビアが好きって言って、で娘はアップルパイが好きって言って、私のご主人のおすすめはチョコレートだよって言われたから、ちょっと無難なチョコレートにして。チョコレートミルクシェイクとハンバーガーね。で私はあれやね、なんかチーズスペシャルっていうここで一番ポピュラーなやつと、あとまあ普通のこのコーラ、この辺の冷蔵庫から適当に取ってこいって言われたから取ってきたのを頼みました。で店の雰囲気はこれ見てるし、めっちゃ混雑してるね。2時よね、やっぱみんな流れで来る人多いんじゃない？人気店じゃんね。適当に調べたらよかったよ、楽しみ。グッチョンマサト見せて。なんか何チョコミルクシェイク。サイズなんかどんぐらいなの？これ12オン、一番多分スモール。いただきます。美味しい。ソフトクリームって感じ。何ソフトクリーム？日頃こういうの食べんから甘いけどちょうどいい。まあでも想像を超えてこんチョコやから。チョコソフトクリームってことだね。Yeah, coffee green. Thank you. Thank you. Enjoy the meal. Thank you. 来たぜ。こっちが G バーガー。チーズスペシャルっていうマサトが頼んだやつ。もりもりやね。でこれシングルパティって1枚だけのパターンとチーズベーコンチーズバーガー。2つ並べてみるとまあなんか似たような感じかな。オニオンとかがないと思う。ああそうだね。よしじゃあ食べていこう。お肉肉しい、すごいぎっしり。なんかスモーキーさとか、まだちょっとしかかじってないから分からんけど、スモーキーな方と思う。じゃあ食べてみます。でか棒気をつけてよ。
ベーコンまでしかたどり着けない、ね一緒やん。すいません。でもこれ過去一かもしれない。ちょっと食べた断面であれやけどめっちゃ分厚くないパテ本ィ。当よね。ダブルじゃなくてよかったわ。うまいしんどったね。よし、じゃあ食べていきましょう。お肉さ、って感じじゃない？ギュッて潰しましたみたいな。でハンバーガー1個1個とシェイクと、このコーラでだいたいチップ入れて$40ちょっとぐらい、まあでもそんなもんかなって感じ。でもこのボリューム考えたらね、激高じゃないよね。 Google の口コミも高かったよ。 4.8？ すげえじゃん。確か。で今回1泊2日やけど、今日1日目はさっき言ったロイヤルティレルミュージアムと、ドラムヘラーの街中散策をこれからしていって、で明日は、ダイナソープロビンシャルパークっていう州立公園に行くと。でそこで、今日やったのは恐竜の化石を見て、掘る体験をして、で明日はその実際の現場を見に行くっていう流れにする、恐竜三昧みたいな。まあでもこんな恐竜に触れることもないしね。まあないねまあ恐竜フルコースの旅みたいな。さあではホテルに到着しました。今日泊まるホテルはここ。ほい、見えるかな、読んでクオリティホテルっていう、よくわかんないところ、ダウンタウンまで多分歩いて10分か15分ぐらいのところかな。ここに泊まります。さあ今日のお部屋はどんな感じでしょう。よいしょ。どう？まあ普通かな。よいしょ。ここが手洗いとかある場所。ドライヤーもあるね。ドライヤーもあるし、まあ当然タオルもあるし、石鹸とあれ、あったあった。こういうシャンプー類もある。まあ普通の広さかな。なんかあった？コーヒーメーカーとか電子レンジで、ソファーとテーブルとテレビ。反対から見るとこういうイメージのお部屋です。で、まあビューはね、別に望むようなエリアというかそういう街じゃないんで、一応バルコニーはあるけど、まあ、ただありますって感じかな。よいしょ。さあというわけでホテルを出てドラムヘラーのダウンタウンに向かって行ってますが、この後ろこの通りがドラムヘラーのダウンタウンです。でまずはここを通り過ぎて、なんだっけ、ザ・ラージェスト・ダイナソーなんちゃらスタチューモニュメント、なんか世界一でかい恐竜の像っていうのかながあるってとこに向かっていこうと思ってます。ちょっとね今雨が降ってるから小雨。そうそう、こういう海がカッパを着たりしてますが、まあ、そんなにひどい天気じゃない。天気予報やとね、晴れの予定やったの。そう全然天気予報と違うっていう。さあでは今からそこに向かっていきます。すごい恐竜の足跡があってこう点々点とつながっているみたいな感じになってます。ドラムヘラーって町は人口がさっき来る前に調べたんですけど、人口8000人ぐらい。バンフと一緒ぐらい。そうそう、バンフと同じぐらいなんやけど、ぶっちゃけね来て今感じてる感想としては結構小さいね。いやだいぶなんかなんやろ、この間のジャスパーより
なんか活気のない街な気がする。まあ、正直言うと寂しい街な印象を、まあ、バンフと比べるとねそんな感じがしますが、一応ねネットで調べた限り1年間に200万人ぐらい観光客が来てるそうです。バンフの半分ぐらいで、街の主な産業は観光って書いてある。まあそうやろうね。本当にって思わん？だって恐竜。そうバンフの半分ぐらい観光客が来てるんですよ。なのに結構街としてはすごい小さいイメージというか、まあ活気がないよね。なんか場所場所のその有名な人気なところは人が多いけど、なんかその通りとかはすごい閑散としたイメージやね。そうさっき食べたお昼ご飯も人多かったし、博物館も人多かったけど、そうなんか局所的な感じで、そのある一箇所だけが異常に人が行ってるみたいな、でこれ別に悪口じゃないからね、実際感じてる感想としてはなんかそんな印象を受けます。あ、見えてきたよ。お、見えてきたね。ドーンドーンってほどじゃぶっちゃけない気もするけどちょっとまあこれね、これ見えます？これが一応なんだ世界で一番でかい恐竜の像だそうです。ちょっと近くまで行ってみようと思いますね。でもまあ近づいてみるとだいぶ大きさがこうやって久美子と比べてみると分かるんじゃないでしょうか。まだねちょっと距離があるけど、なんかあれはね、恐竜の下がインフォメーションのマークが書いてあるから案内所みたいになってるのかもしれないね。まあ、それにしても本当恐竜のこのもう恐竜一点押しの街になってます。これぐらいなんか押すものがこれしかないって言っていいか分かんないけど明確になっとるといいよね。楽よね。もうひたすら恐竜だけ激推し。そう激推ししていくと。さあ近づいてきた。これ何 T-Rex かな、ティラノサウルスかな。でこれよーくね見てもらうと分かるんですけど、さっきも久美子と話してたんやけど、あれよね、なんかねちょっと残念な感じするよねそんなことない？いや、なんて言うんだろう、こうちょっと後で寄りの映像も入れますけど、なんか表面がちょっとね日本だともうちょっとなんか綺麗にできたんじゃないですかみたいな、感じがしてますが、なんかこの口のとこまで登っていけるらしいよ。へえ。どっかにインフォメーションでもあればいいけど。インフォメーションセンター夜9時までやってるって書いてある。お土産屋さんかな。あ、これなんか化石掘る体験そうおもちゃとかありますね。あそこから上がるんや。ここがこのビジターセンターのここが上に上がる入り口で、大人が5ドルかな、1回5ドルで上まで行けるそうです。さあそれではこの恐竜の像を、後にしてこれからダウンタウンに向かっていこうと思います。これ今調べてないけど25メートルぐらいあるらしい。で2000年に作られたから今25歳ぐらい。面白いよ。道路標識。ちょっとティラノサウルスストリートとか書いてある。ティラノサウルスストリートゴーサウルスストリートとか、動物じゃない、バンフは動物とかやけど、ドラムヘラーは恐竜の名前が道路標識になってます。だからこれから今からこっちはなんていうの、ゴーサウルスストリートを進んでいきます。ちょっとあんまり人んちをジロジロ撮るっていうのも良くないと思うんで、こういう雰囲気的な感じで、街の様子っていうかこの後ろにある家の様子もお届けしていこうと思います。反対撮ればいいんか。こうか。街の様子はこういうイメージで、やっぱバンフに比べて多分標高低いよね。から多分暑いと思います。なので
こう葉っぱ広葉樹タイプの木が、いっぱい生えてます。なんか割と雰囲気はなんかバンクーバーの街に、あとこのなんか空気感もね、バンクーバーのなんかちょっと外れた街のこう住宅街を入ったらこんな感じよね。そうそうそう、このなんか下に生えてるこういう草とかもなんかちょっと違うような気がする。気のせいだったらすいませんさてさて、それで多分ここがダウンタウンらしき場所に到着しました。こっちにずらっと、まあ大体銀行があるところが中心地よね、田舎は。で反対側を見るとこういう街の雰囲気です。3、40年ぐらい前にすごいにぎわったんだろうな的な、日本でいうとね、そういう街の雰囲気をなんかどことなく感じます。本当やね、なんかどこも閉まっとるね。アトリエとかも多いけど閉まっとる。でこれ多分ね、土日あれやろ、限定。そうそう、カルガリーから1時間半で来れるし、バンフからもう3時間頑張れば来れるじゃん。日帰りで帰るよね。またあそこアイスクリーム。残念ながらなんかそういう気がしてます、ここは。でところどころこういうあ、カフェだ。カフェもある。ちょっとおしゃれっぽいカフェ。孤軍奮闘してます系のカフェじゃないあ、でもここおしゃれじゃん。おしゃれおしゃれ。こういうドリンク出してるんじゃん。ちょっとまた来れたら来てみようかな。まあ、あんまり食うたち甘いの飲まんもんね。こういう一応こう写真スポットもちょっと座ってみる。座らん、濡れるから座らんでもいいけど、はい、鳥ケラトップス。子ちゃんみたいな感じ。濡れてない。本当。さて、ちなみに今日行こうと思ってるのはここヴィンテージタップハウス。まあね、このチャンネル見てれば分かると思うんですが、基本的に酒を飲むことしか考えてないので、今日の夜はここに行こうと思ってます。まあ、意外と気になる情報としては、このドラムヘラー普通にスマートフォンの電波はつながります大事じゃない？でもアルバータやから。そうそう。カルガリーから、ここまで東に来る時、ずっと道走って何にもないとこ走るんですけど、そこも、電波はつながります。これね、カナディアンロッキーだとつながらないのが基本なので、いいよね、つながるっていいなって思うよねまあ一応ちょっと旅の重要なポイントなので、ドラムヘラーはスマホが使えます。イエーイ。街誰も歩いてませんね。一応観光シーズン入ってるはずなんやけどね7月やでね。もうちょっと歩いとってほしいけど、まあでもこれが普通なんじゃない？ここだと。さっきも話したんですけど、カルガリーから90分で来れるし、カルガリーに泊まってる人は私たちが明日行くダイナソープロビンシャルパークってとこにも1時間半で行けるんですよ。でバンフも90分で行って帰ってこれるから全部日帰りなんよね。でただバンフは街歩きがすごい綺麗な景色で歩けるし、結構にぎわってるから泊まる人も多いと思うんですけど、あとさ、バンフから拠点にさ、そのレイクルイズとかも1時間ぐらいかかるじゃん。確かに。だけど余計時間がかかるからね。泊まってくれやすいよね、バンフはね。こっち渡ってくるか。そう、これね、実はなんでこんなこと言ってるかってさっきから言ってますけど、私昔こういうので観光で街頑張りましょうみたいなことをやってたんですよ、日本で一応。なのでちょっとこういう視点になっちゃうので、その辺はそういうやつなんだなと思っててください。クレーマーではないよね。そう別にクレーマーじゃないんですよ。寂れてるなとか、そうなんかけなしたいとかではなくて私は思うこと言うけど、そうそうこの街これからどうしていくのかなっていうのがすごい気になる人です、はい、なので今後もこういう視点で喋っていくことがあると思いますが、気にせず流しておいてください。気になるよね。でもなんか、まあ、でもなんか考え方が移るわけじゃないけど、自分やったらこの町住みたいかなとか、自分やったらこの町におったとしたら何するかなとは考えるよね。そうそう、だから俺らっていうかね、住んでる人もいるから、その人たちがどうやったらこれからもこの町を維持できるんだろうみたいな話よね。
そういうなんか結構かなり偏った視点でお届けをしていきます。それがハローバンフです。そうだね。さあささあ来たぜ。今日もともと行きたかったお店第1号はここ、バレイブリューイング。はい、お酒、ビール屋さんやね。あ、ちょっと入ってみようか。あ、結構賑わっとるよ。開いてないんじゃない？はい。Hello. How are you? 店内の雰囲気はこういういいね、結構綺麗な白い基調の雰囲気で、言ったらこの奥のなんていうの、タップから入れてくれます。私は4つのビール楽しめるフライトっていうメニューを頼みました。買ってみるお菓子、お土産に。ビールを手に入れたので、外のシート、ね、どこに行く？雨も止んだし、こっちでいいんじゃない？ここにしようか。こうやったら濡れてないよ。じゃあここにしましょう。イエーイ。あ、こうギリ濡れてない。じゃあまずはこれ、あ、IPA あったんやん。アブレイズっていう、ラガービアで乾杯。イエイ。大きさこれぐらい違うね。食うのが普通のサイズ。いただきます。飲みすぎじゃない？大丈夫？どこ書いた？あっさり。でもヘイジーやからちょっとなんかモタフルーティーって感じ。ヘイジーペールエールってこと？美味しいよ。ちょっと濁ってる系の味やね。どう？スモーキーなビールかな。あ、やっぱ感じる？さっきねお姉さんに教えてもらったんですけど、これビールの種類ね。でパーセントは分かるよね。でこの右の IBU っていうこの数字が大きくなればなるほど苦くなるよって教えてくれたね。だからこっちがこっちよりもこっちの方が苦いってことになります。なんかスモーキーじゃない？これ飲んでいい？いいよ。それ何？ IPA、ベストコースト IPA あるの知らんかったわ。IPA って感じやけどこっちのが好きかも。どういう感じ？ IPA なんか苦味が強い気がする。まあ70あるからね。70っても半端ないよね。一番多分このブリュワリーなんかな、で一番苦い種類のやつ。なんか結構これはちょっと苦味が強い IPA かも。 IPA でもさ結構苦味がライトなやつも結構あるじゃん。ちなみに誰もいません。花を目の前にして飲んでます。しかも結構あんまり暑くないよね。いいね。あ、寒くない。間違えた。じゃあこの一番人気のディスカバリーってやつがミックスベリーサワー系だ。強烈？ちょっと近づけてどういう色か見せてみて。色なんかトマトスイカジュースみたいな色。があるからそしたらそうベリー系の。でもそんなに酸味ないな。美味しいじゃん。ちょっと優しめ、サワービールって感じ。何サワーなんやろ。ミックスベリー。さあ次はコールラッシュ。コールってなんか石炭やったっけ？知らない。でも炭じゃなかったっちゃうっけ？うわお、ちょすごいよ。もう真っ黒。ギネスどころじゃないぐらい真っ黒なやつ。ちょっと飲んでみ。一番苦いのこれじゃない？なんかわざわざ飲まんでもええとおいって感じ。そんなこと言うなよ。コーヒーみたいな感じやね。コーヒーの味が強いかも。なんかさブラックビールってそんな味せん結構。でもこの IPA が一番うまいぞ。そりゃそうやろ。この中やったらこれおすすめ。これマサトのおすすめ。なんていうの、この IPA がおすすめです。スウィンドラー。そういきなり何種類ぐらいあった？ 20 種類ぐらいあったよね。でどれがいいって言われてもどれがいいって聞いたんか。なんかどれがおすすめって全部いいけどってそうかったんだよね。
困るんですよ、それを言われてもだからまあでもそうやってね言うよね、サーバーさんもね。でも私やったらどんなタイプが好きってまず最初に聞くかな。そうそう、まあ、だから聞いてくれたけどね、でビターが好きなんだって言って、多分ライトが好きって言ったらラガーとかね、ピルスナーとかおすすめしてくれると思う。でそうそう、ここあれなんだっけ、バニラもフードがないんですよ、この店。タップハウスやからね。そうそう、基本ビールしかなくて、さっきなんか簡単なポテチみたいなやつはスナックは売ってあるんですけど、基本的にはお酒を飲むだけの、ビールを飲むだけの店って感じかな。だからさっき紹介したもう一個のお店にこの後ご飯食べにっていうか飲みに行こうかなと思ってます。はい、じゃあ飲んだんでこれからお店に戻ってちょっといろいろ見ていこうと思います。お、すごいオリジナルグッズがあるの。帽子とか、それフーディー見せてデザイン、どんな。これはでもでもこれぐらいがちょうどいいよ。これやと後ろもある。ここには今日飲んだビールがお土産っていうか、まあ4本セットずつで並んでるんで、まあ、好きなやつもしお土産に買うなら買って帰ってねって感じ。なんか1個買おうよ。なかったよ、空のやつとレアル買ったんだね。軽くサクッと飲んだので次のところに行きます。でもあれやね、さっきのお店雰囲気はめっちゃいいし、お店も綺麗やけど食べ物ないじゃん。めちゃくちゃ弱ん。そうか、なんか俺割と来とるねだってバカみたいなスピードでから飲みよったんいやいや、そういう人じゃない、そういう人じゃないですか。しかもさ、でも3時ぐらいにご飯食べとるから胃の中で空っぽじゃないからマシやろ。まあね。私が仕事の後にいつも飲んで 1,2 杯で激酔いするのと一緒。10時半から何も食べずみたいな。そうそう、朝9時にドラムヘラーに来るためにバンフを6時に、だからまあ大体5時ぐらいに起きてるんですよ。まあ確かにね、いつもより早起きです。はい、まだ待ちよ。さっきお見せした何だっけ、タップなんちゃらみたいなところに、ヴィンテージタップハウスじゃなかった。そうそう、ヴィンテージタップハウス、今日の晩ご飯を食べるところに向かっていきます。ヴィンテージタップハウス、ここ今から久美子が吸い込まれていきます。どうぞ。朝ごはんもやるよ。わお、賑やかです。I would recommend the maple bacon. And if you're looking for something that's going to be a little more traditional, but still a little different, we do also have a garlic salt and pepper. 何する？ What flavor do you like? I want to try maple bacon. For sure, they're really popular. Okay, let's do that. Would we like any ranch or blue cheese on the side? Can we have a blue cheese? Yeah, of course. Thank you. There's anything else for us? Just this. That's all. No worries. You want to hold on to one of these at all? Yeah. No, we're gonna okay. Drink. Yeah, you can take it. Yeah. Okay, beautiful. I always like to make sure. You never know. Perfect. I'll Thank come back you. to share plates for us. Thank you. イエーイ。じゃあこれが IPA で、これも IPA。トロピカルストラスなんちゃらかんちゃら IPA。 オッケー、乾杯。どんな？なんかジュースみたい。味は？確かにトロピカルフレーバー。何のトロピカル系？シトラスって言いよったけど、まあ、確かになんかオレンジのフレーバーが強いかも。こっちは割とこれあっさり系の IPA。 ちょっと飲んでみ。この人さっき IPA とかペールエールって言ったよ。マジで？これ味ペールエールと思う。なんかあっさりよね。まあ飲みやすくない？なんかオリジナル16の味に近い。ここの
サーバーさんめっちゃ感じよくない？めっちゃ感じバンフを超えとるとバンフ思う。を超えとる超ホスピタリティな精神が豊富な人。いやさっきドラムヘラーが錆びれてるって言ってごめんなさいっていや全然謝らん。それはそれ、これはこれ。やけどすごくないここ、ね、めっちゃいい。もうこれはもう 25% 以上のチップは確定。まだ最初のドリンクが来ただけで今日の、お支払いのチップ 25% が確定しました。それかオアモア。この人アメリカから来たんですかねみたいな感じですね。なんかやっぱさ、自分がサーバーしだしてからやっぱ大変さも分かるのに、このなんかいつもエナジーを持って接客できるのすごいなって思うし。まあね、だって俺らなんかさ、今日ドラムヘラー初めて来たけど、その彼女からしたらただ一日の客の一人やからねってことやろ。見習わんといけない。いやでもすげえよ、今日のサーバーさんマジですげえと思う。今日も私のホテルのフロントのサーバーがマジで、フロントのなんていうのデスクの人がマジで最悪やった。レセプションの人がマジで最悪やって、本当なんならもうクレーム案件やったんやけど。そう今日ね、さっき、ホテルも紹介ちらっとしましたけど、チェックインの30分前に到着してダメだって言われたよね。1時間前、1時間過ぎか。1時間前にダメって言われて、待ってたら普通ね声かけるじゃん、目の前で待ってんだから。でも声かけずに次から来た人を受付したんよね。チェックインの時間になって、しかもチェックインの時間よりも前に受付をしだしたんです。そうそうそう。もともとなんかホームページとか全部には3時からって書いてあるから、私らも3時過ぎに行ったのに4時からだって言われて、で私らも45分以上その目の前で待っとるのに、次来た人たちをどんどん普通に通してきて、いや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 みたいな。そうそう。で実際チェックイン4時にチェックインしたら、明らかになんか他のお客さんの接客と私に対する接客がもう全然違った。で多分感覚的に言うとこれはアジア人ヘイトで、差別で、西洋人はよくしてあげて、よくするって普通に接してアジア人にはそっけなくするっていう多分差別だったと思う。多分なんか私の感覚的にバンフもまだ少しあるけど、バンフって今もうすごいいろんな国のミックスがすごいから、それがやっぱ少ないけど、ここって今見るだけでも私たちだけやもん、アジア人見た目ね、だけ結構今日見たのもそんなにおらんかったし、多分全体的に少ないんと思う。でも日本にいても日本に来る外国人って目立つじゃん。でそういう目で日本人は見るけど、その逆よね。でなんかクレーム案件やったけど、その人を相手にしてもね。そうそう。ちょっと今日の受付の人はちょっとあまりにも、俺も思った、あれはないと、対応。だからもしかしたらちょっと私の気分がまだ落ち着かんやったら言うかもしれん。その彼女に言っても意味がないからね。ホテルのマネージャークラスに言う必要があるけど、まだまだそういうのが実はカナダでは残ってますっていう話やね。でもちょっと彼女の接客で浄化された、マジで今日の一日がって感じ。コブサラダでかすぎんこれ。でもなんかいいね、ないからバンフにはないから。そうそう、旅行中はね基本野菜食わんからな。はい、チキン&フライドチキン、チキンウィング、イエイ、食べてきます。どんな？美味しい。ランチソースやし、普通。ランチソースか。いいね。メープルベーコン。オッケー。じゃあチキンを食べていきますけど、サーバーの人がおすすめしてくれたメープルベーコン、ソースとなんかフレーバー、ドライフレーバー、いや多分粉かソースかが選べて、これはメープルベーコンフレーバーです。どう？めっちゃうまいです。めっちゃうまい。よかったね。ベーコンの味がするって言ったらチキンで言ってもあれやけど、ベーコンの味がする。これにつけたらベーコンの香りかな。で、ブルーチーズソースをもらったんで、これ定番よね、ブルーチーズソースね。
チーズの味がするでもこれじゃあ映してこれ8ドルよ。これ今日ねすごいよね。これ8ドルはまず激安やと思う。しかもうまい。これもこのボリュームで20ドルは安いと思う。安い。うまいね。こんな感じで食べ進めます。よし、じゃあまた後で。バイ。眩しい。見て見て、晴れたよ。はい、ちょっとこっち見て。OK。じゃあ一通り晩ご飯食べたんで、これからリカーショップに行きます。行って、ゆっくりホテルでゆっくりしようと思います。じゃあまた明日。バイバイ。おやすみ。グッナイ。まだ明日もあるからね。もうちょっと見てね。チキラ。はい。皆さんおはようございます。それでは2日目のドラムヘラー2日目の朝ですが、今日はじゃん、天気めっちゃいいよ。今日はこれから、ドラムヘラーの周りをちょっと観光しながら、ダイナソープロビンシャルパークっていうところに向かっていきます。で、今回の動画結構長くなるんで、ダイナソープロビンシャルパークは別の動画でお届けしようと思います。なのでその途中までドラムヘラー周辺の様子を今日は2日目紹介していこうと思います。で、天気いいんですけど、後ろの方見てもらうと、このドラムヘラーって谷の下にあるよね。そうそう、なんか街全体がこう谷の底にあるような場所です。そういう風景なんかもこれからお届けしていければと思いますので、2日目の様子、それではレッツゴー。さあ、それでは最初のスポット、なんていう場所？フードゥーズ？フードゥーズっていうのが見れる場所に到着しました。ここですね。さあ、さっきまで遠くに見えてたフードゥーズっていう、こういうなんだろう、岩肌が見えてるところを進んでいく感じかな。もう見えるじゃん、右側に。うん。見えますか、このエリンギみたいなやつ。これがいっぱい生えてる場所です。で、こう下は遊歩道がちゃんと整備しちゃっていいね。うん。こことかいいじゃん。ね。うん。夕日も綺麗なんや、サンセットが。この間からうん見えるのかな。知らんの。うん、これ確かこの上のこの硬い部分だけ残って横が削られてこういう形になるみたいです。逆光だ。へい、めっちゃ逆光やね、うん、イエーイって感じ。ちょっとね、この辺の遊歩道を歩いて行ってみましょう。こうやって横に見ながら行けるよ。おお、本当だ。あそこにも展望台があるのか。あっちにも別の展望台。すげえ、めちゃくちゃ近くに見える。確かに、気づかなかった。で、こっちからいいじゃん。ほら。うん。近づいて触ってみても大丈夫。いいのやろうね、触っても。まあ、砂っぽいね。砂っぽい。だから結構埃っぽいエリアだね。うん、こういう落書きもされてたりします。なんかもっとすごい壮大な超でかいところなんかと思っとった。まあね。ただあれじゃない、こういう場所がこの左側もこっち側もそうだけど、うん、なんか結構みんな勝手にどんどんそう上に上がっていきよう人とかもおるけど、トレイルないからね。本当やね。この後ろに見えてる、多分あっち側にもあるんやろ、場所によってはね。うん、全体像はこういう感じで、駐車場、うん、からテテテって歩いて、このエリンギフードゥーズを見て、こうぐるっとこの辺ぐらいまで回ってくるという場所になります。見えんよ。何がある？サボテン。サボテンじゃん。あっちからのがよく見える。サボテンのお花が見えますか、これすげえサボテン、初めて見たんじゃない？ね、お花ね。うん。綺麗やね。痛そうやね。そしてね、
こういうのを見るとなんか乾いたとこ暑いとこ来たなっていう感じするね。こっちから撮ったらちょっともう一個展望台があるんで今からそっちに向かって。朝来ると最初に行った方はあれやね、めっちゃ逆光やね。確かに。こっちからだといいじゃんいいじゃん。これももうさ何年後とかにはまた形とか違うんやろね。砂やからね、結構削れるのは早そうよね。全然ここがいいじゃん。今人も誰もおらん。わお、ここから撮ろうや。そうやね。写真撮るとどういう感じ？はい、こういう画角で撮れます。イエイ。よし、じゃあフードゥズはこれぐらいにしよっか。じゃあ次の場所へと向かってレッツゴ行きます。続いてやってきたのはこっちから行くんじゃない？アトラスコールマインって読むのかな。ナショナルヒストリックサイトっていう場所です。もう見えるよ、左側、右側か。ごめんごめん。ここ昔の石炭掘ってた場所の跡地で、ナショナルヒストリックサイトだからなんだ、国の歴史的な遺産の場所みたいなイメージです。周りはこの辺もすごいよ。なんかね、本当だ。石炭掘ってた時の中には入れないのか。多分ツアーがあるんだろうね、中に入る。あの辺にこう説明看板とかあるけど、手前に柵がしてあるんで勝手に入ることはできなさそうですけど、なんていうの、トロッコっていうのかな、じゃない？こういうので運んだり、これは何やろ、掘る機械かな。掘るんじゃない？それとかなんか切ったりとか。なんかこういうのを使ってたよっていうのも展示してあります。でちょっとこの左側、この辺に行けそうな展望場所があるんで、そこに行ってみようかなと思います。じゃあ今後ろに見えてるのが多分石炭掘ったり運んだりする施設で、さっき見たら1930年代後半から1960年ぐらい前、60年ぐらいまで、稼働してた機械みたいです。でこっから先はさっき展望台行くって言ったんですけど、なんかツアーに参加しないと入れないということで、ちょっと今回は時間の都合が合わないので見送りますが、来た時上の方まで行けるみたいなんで行ってみても楽しそうよね。いいと思う。なんかかなり気候もいいし、そうカナダっていうよりなんかこう全体のこう湿度とか風景の感じとしてはなんかすげえアメリカ感がある場所です。なんか土の感じとかも赤土やしね。結構その辺はロッキーとは違って楽しいと思います。Our last name, Virgil? Yeah. Could I get your first name? Coco塩。Okay. Last name? よし、じゃあちょっと時間がやっぱありそうなんで、あそこ行ってみようと思います。でチケット買うとこういうステッカーをもらえて、これ貼ってると中入っていいよと。なんか買う時言われたんやろ？なんかオンライン、なんか多分時間帯的にもツアー参加と思われて、オンラインでなんかブッキングありますかみたいな、予約ありますかって聞かれて、なんか予約じゃなくて普通にただ入りたいんだけどって言ったら、普通にツアーじゃないものも紹介してもらえて、パンフレット、マップが書いてあって、この範囲好きに行っていいよっていうことなんでしょうね。行ってみよう。ゴーゴーゴー。なんかツアー自体も25分やったよ。じゃあここから先はチケットを買っていってくださいっていうことになってます。とりあえず行ってみましょう。なんかね、ツアー参加してもよかったんやけど、時間的にもサクサク行きたいんで。25分やったっけ？10時半からやからもう間もなく始まるけどね。あんまゆっくりしすぎるとこの後の予定が押しちゃうから、ね。そう。でもちょっとせっかくやからどんなのかこっち側を見たかったから。そうやね。1人15ドルぐらいやったっけ？15ドルぐらい。じゃあこの今後ろに広がってます。おお。雑多やね。雑多な感じ。昔のこういうなんていうの、こういうトロッコ。昔の遺構がこんな感じの広がっておりますが、結構ツアー参加する人おったよね。10人ぐらいおったんじゃない？まあ時間的にもね。
だいぶ近づいてきました。近くで見るとなんだろう、70年ぐらい前のこういう施設としてはやっぱ大きいよね。で全然もらったパンフレットに何の解説も書いてないから分かんないんですけど、ここ多分これが鉱山につながってるんでしょう。で足元さっきのフードゥーズにもあったけど、本当だ、これめっちゃすごくない？大満開じゃんね。枯れとるのもあるんや、ね、これ間違って踏んだらシャレにならんぐらいなんかトゲがすごいけど、サボテンも咲いてます。めっちゃ綺麗ね。草がじゃん。ロッキーと違う植物があるのも楽しそうやね。ちょっとね、多分安全上入れなくなってますが、この建物はなんだ、取れた石炭を選別する場所、みたいなこと書いてあったね。そもそもこのドラムヘラーのエリアが地上より低い場所にあるから掘りに行くけど、登るんよね。そうそう、上に不思議なことに下から上に行く地下っていう風に紹介してあります。こういうところに行くのさ、バンクーバーの時のさ、なんかあったやん、魚缶詰作るとこ。ああいうところなんだっけ、そうスティーブストンだ。確かにこういう産業遺産的な部分はね、あんまりカナダに住んでるとあんまこう触れる機会はないんですけど、こうやって地図をもらったんですけど、全部行っていいっていうわけじゃなくて、多分ですよ、この遊歩道的なところをうろうろしていいよ。でこの点々点って書いてあるのは多分場所の名前だと思います。全部行けるわけじゃないですね。じゃあ入れそうなところがあるんで入ってみます。ここランプハウスっていう場所で、多分あれよね、坑道に入る時のランプをここで配って渡してた場所だと思います。石炭記念館みたい。石炭記念館ですよ、ここは。すごい当時のこれってなんて言うんだろう、燃料っていうか何でオイルじゃない。ここにそうか、下にこの辺に多分オイル入れてつけてたんでしょうね。馬も馬で引き上げよったんや昔。ほら馬。本当だ。すごいね。でもなんかこの辺のやり方としてはなんか日本も一緒っぽくない？なんかオイル貯めるんかね。どんなんやろ。オイルバッテリーじゃないかなこれ。バッテリーランプスって書いてある。ランプがバッテリーなんだ。で後ろにいっぱいこうバッテリーが並べてあって、この反対側にこれなんやろ、これなんか鍵とかかな。じゃない？誰が何使ったとか。っていうような場所もあったりします。なんか来たぞ。すげえ。ここまでや。でもすごいすごい、これ今見えますか、これ本当に走れるんよね。こういうトロッコに今ちょっとかなり遠くから来てますけどどこまで来るんだろう。でも最悪頑張ってここまでやけど。そうだね。ちょっとこの線路はこの目の前に止まるんですけど、実際トロッコに乗ってみよう体験もあるようです。なんかあったね、オプションであった。そういえばトロッコツアーの下にあった。本当これ面白そうじゃない？OK、じゃあ次にちょっと行ってみるのはウォッシュハウスっていう場所。なんかさっきちょっと読んだやろ。おるね。どんな場所？なんかシフトの始まりと終わりに絶対みんなが来る場所らしい。だからお風呂場やね。乗るんか今から。風呂場っていうか洗濯場なんかな。そっかそっか、服が汚れるからか。でここがシャワーだ。書いてある説明文に「The cleanest man in town」って書いてあって。そういうこと？週1日に2回お風呂に入るから、めっちゃ綺麗な人たちだよっていうことね。でこれどうやってシャワー浴びてるかっていうと、これかな。懐かしいね、小学校のシャワーみたい。プールのところのこうひねって上から出てくるようなタイプのシャワーです。これこうやって吊るし上げるのね。これや。ギギギギギギって。これでこう上に滑車がついてるのかな。で洗濯物よねこれだから。
でもこれ絶対乾かんじゃん、ポストこの干し方。だからこのトロッコ列車に乗っていくツアーとさっきのウォッシュルーム、そうそうウォッシュハウスね。ウォッシュハウス。ウォッシュハウスでいっぱいヘッドライトとかさうん。装備をつけてたんで、おそらくですけどこの坑道に入るツアーもあるんだと思います。ねなんかちょっと舐めとったね。すごくないだ、それ1日4回やるよね。え、うん、なんか結構25分どころじゃないんじゃないうん感じでいいね。充実とした感じでここねちゃんと時間持ってきたら結構楽しめると思う。私たちは今日なんか適当にちょっとなんか寄ってから行こっかぐらいのノリで来たけど、そうやねもったいないね。もったいない。私たち滞在多分30分ぐらいかな、うんだけど2時間ぐらいツアーに参加するなら2時間ぐらいあってもいいと思う。ねえ、なかなか日本じゃ体験のできんような雰囲気と、まあ石炭とかはもちろんね。で今2つツアーかな、トロッコと坑道に入るツアーをやってるんですけど、ガイドさんが若い。みんな若い。ビジターセンターっていうか中におった人もみんな若かったし、まあ、当然料金は日本より高いんですけど、こういう若い解説員が活躍してるならちょっと日本と違う気がする。ああ確かにね。だからちゃんとなんだろう、ガイドすることがお金になってるっていうか、うんうん、それで食べていける人たちが、特に日本のねガイドさんとかフリーガイドが多いもんね。そうボランティアっていうイメージもあるしね。この辺はなんか違うなって思います。面白そう。さあというわけでこのアトラス、コールマインうん。30分ぐらい滞在しましたけど、ちょっとそろそろこの場所離れてランチスポットに行こうと思いますが、どうやった？よかった。なんか充実しとって、もうちょっと時間持ってくればよかったなと思って、なんかこうどうしてもね、さっき言ったフードゥーズとかあっち側に見えるこういう地形とか、カナダってこう自然ばっかりになってしまうけど、なんかこういうのもたまにはなんかちょっと頭使うよね。うん、でなんかあとその、まあ、昨日の天気やったら断念余裕でするけど、今日みたいな天気やったらなんか気持ちいいし、でなんか学べるし、そうやね。うん、なんか日本の私の地元もあるんですけど、石炭のもともと有名なとこだったんで、だけどこんな感じじゃないし、なんか怖い感じのなんか蝋人形とかっていうのしかないから、こういうなんかアクティビティがある感じはいいなと思う。そうだね。しかも教えてくれるツアーもあるっていうのがあるんで、まあ時間的にはあれかな、ゆっくり見るのは2時間ぐらい欲しいかなと思いますけど、結構充実な場所でした。おすすめ。そうだね。じゃあ今からランチスポットへ向かっていきましょう。レッツゴー。さあランチはここです。ラストチャンスサルーンっていう場所にやってきました。 Google で調べてきた感じです。入っていってみましょう。開いてる？ Hi. Hello. Anyway, can I see? どこもさ、あそこ行おおすごい。あそこ行こうか。店内雰囲気超いいじゃん。く。オーダー。すごいすごい。開店してすぐ来たから混んでない。今オープンしたばっかやから。いいね。でここでランチ食べていきます。We are lucky. 来ました。めっちゃ良かったね今。そうそう、水のなんかトラブルが発生してお店の半分以上の人がもうオーダーできないっていう。そう私たちが一番最初に来てなんとかセーフ。多分私たちのこのコーラを頼んでからなんかちょっと発生したそうそうそう感じやって、ちょっとよなんかったよかった。じゃあ頼んだのが、久美子が頼んだのは何？ハウスメイドスマッシュバーガー、スマッシュバーガーとウィズフライフライドポテト。を久美子は頼んで、僕が頼んだのはなんだっけ、エボリューションバーガー革新バーガーとベイクドビーンズ、食べたことないから頼んでみました。じゃあ食べていきましょう。じゃあ久美子実食。いただきます。おいしい。これなんか肉が2枚ついてる。本当よね。ちょっと若干レアめな感じ。味は？昨日のより全然美味しい。私はこっちがタイプ。どう違うの？お肉もジューシーやし柔らかいし、このパンのブリオッシュも美味しい。ヤミー。ヤミー。
じゃあ私は革命バーガー、これめっちゃでかいよパティ。革命バーガー、エボリューションバーガーを食べてみます。昨日より粗挽きな感じ。昨日はなんかギュッてしとったけど、こっちはちょっと粗めで油が多めって感じ。美味しい。じゃあビーンズは言ってみて。これベイクドビーンズっていう、ベイクドかわかんないけど、何味って言えばいいの？全然ちょっとごめん、マジでわからんけど、解説して。何味？グレイビーソースでもないけど甘めのソースとなんか煮詰めた豆みたいな。わ、お肉の断面が怖い。こっちの方が多分ちょっとバーガーが分厚い。集合体恐怖症の人怖いと思う。粗挽きのつぶつぶが大量に。味全然食うの方が美味しい。マジで？さあというわけでハンバーガー食べてきましたけど、どうやった？美味しかった。うまいね。ここうまいよ。しかも雰囲気も最高。なんかアメリカンな感じもあってね。でこのホテルが隣にあって、なんかただ中を見るだけでもできそうな場所でした。でハンバーガー2人で食べて、こうジュースつけて、チップ入れたら$50ぐらいかな。60何ぼ、ご飯だけとドリンクだけだったら52とか。じゃあ$60ぐらいか、65、しますけど、まあ高いけどね、日本円からすると高いけど、でもカナダの中だとかなり、価値が美味しかったね。美味しかった、はい。まあドラムヘラ来たら来てもいいんじゃないでしょうか。何だっけ、ラストチャンスサルーンというお店です。じゃあ次は今回の旅の、最後の場所、ダイナソープロビンシャルパークに向かっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで到着しました。ここはダイナソープロビンシャルパーク、カルガリーから1時間半ぐらいで、ドラムヘラーから2時間ぐらいの場所。結構ギリギリに着いたんで、息が上がってますが、こっちかな、こっちの方が分かりやすいかな。こういう景色の中を、これから化石を探すバスツアー、これに乗って行ってこようと思います。はい、というわけで1泊2日の恐竜ツアー終わりました。1日目ドラムヘラーと2日目は、ちょこちょこドラムヘラーの周りと、今日はこのダイナソープロビンシャルパークのツアーに参加、してきたんやけど、どうやった？結構充実してよかったね。移動時間もそんなバカみたいに長いわけじゃないしね。そうやね、だいたいどこも2時間以内の距離で行くことができます。しかもなんか同じアルバータの中でも3時間ぐらい違うだけで全く別の世界が広がっとって、なんか異世界観で楽しかった。普段は切り立った山のカナディアンロッキーばっかり見ているんですけど、たまにはこういうなんでしょうね、ちょっと違う風景も新鮮だったと思います。でフードも結構美味しかったよね、食べ物、ランチもディナーも。今回全部当たりやったね。本当注意点はね、めちゃくちゃ暑いと思う。ここ今からね、多分今から来る人は本当に暑さ対策は必須と思う。気温が25度を超えるってなったら、もう日本だと涼しいけど、こっちだとめちゃくちゃ暑いと思った方が。日差しも強いしね。めっちゃ喉乾くんで、ボトルと水は絶対に忘れないように気をつけてください。であとここに来ようと、ちなみに今日のツアーは、1人$25ぐらいでしたね。はい。でここに来ようと思うと、今回行った行程はカルガリーからあんまツアーが多分ないと思う、だからレンタカーかなで来るとかしかないと思いますけど、全然ね来る価値はあると思う。楽しい、こんなにリアルな化石を見れることはないと思うんで、興味がある方はチャレンジしてみてください。もしかしたら扱っているツアー会社とかもあるかもしれません。探してみてください。はい、じゃあ、こんな感じでこの1泊2日の旅を締めようと思いますが、このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーを中心に楽しいことを発信しています。
これからもどんどん情報を発信していくので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の絶景でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。